それギスギスで喧嘩必須なマルチ前提ダンジョン攻略特化ゲーが Steam で人気を博しているとのことで、今回はフェローシップの紹介を行います。こちら言うなれば MMO でパーティーを組み攻略するダンジョン部分のみをひたすら遊べる RPG です。タンクアタッカー、ヒーラーといった定番の役割ごとに分かれ、互いが最適な行動をとることでクリアにつながります。レビューを見るとワールド・オブ・ウォークラフトや FF14 の名が挙がっており、それに準じた戦闘形態です。ここまでを聞いてピンときた方にはまさにうってつけの作品です。MMO は大抵序盤ソロで時間をかけ育成し、鍛え終えてから難しいダンジョンでの本格的なパーティープレイが待っています。知り合いと息を合わせ関門を越えた時、その喜びはも言われるものがあり、それがため寝るのも忘れ、ハマる人が続出しました。かつては MMO 廃人という社会現象も生まれたくらいです。今では衰退気味のジャンルですが、世界的に見ると現在でもものすごい数の人が遊んでおり、今作のコンセプトが気に入った人たちが我ぞ我ぞと集結したわけです。育成部分をすっ飛ばしての初めから他の人との共闘が楽しめます。ただしこれは逆に言えば色々問題もはらみ、MMO の不備がそのまま襲ってきます。それは何かというと対人です。経験したことがある方も多いと思いますが、喧嘩が起きます。もともとチャットありは荒れやすいところ、役割分担されるゲームはミスする人を責める輩が登場します。今回初めてのマッチングでは早速ヒーラーに向かってあれこれしろとびっくりマークをいっぱいつけて叫んでる人がいて笑っちゃいました。私はヒーラーじゃありませんでしたが、日本語で OK と言いたくなりました。そもそもこのゲームボットがいないから練習できません。実戦で色々試すしかないことを理解しなくてはいけません。かつて FF11 でよくわかっていない私に向かって同じパーティーの外国人がキレていた場面を思い出したので懐かしさを感じました。ちなみに人生で一番遊んだゲームが多分 MMO で、通称萌えと呼ばれるかつてアニメにもなった作品を何年も遊んでいました。夜な夜なユーザーが主体で行う PVP の上の RVR と呼ばれる集団戦、両陣営に分かれた戦争をずっと楽しんでいました。特に基本プレイ無料のゲームは子供も遊ぶため結構カオスな状況にもなりやすいです。それでも未成年の人も次第と学んでいきます。集団戦が起きるくらいですとちょっとした社会が作られ、いろいろな人に触れる良い機会になります。ここで他人に切れる問題で、かつて某 PSO2 の開発の方が爽快な発言をし、アンチがブチ切れた事件がありました。野良で他人に文句を言うなら固定パーティーを組む努力をせよという趣旨の内容です。漏れなくアンチは発言をねじ曲げ、誹謗中傷を行い、私の PSO2 の動画でも実名を挙げ荒らしに来るくらいでした。今ではセガはカスタマーハラスメントポリシーによりだいぶ収まってるとは思いますが、ただ日本ではまだしも海外規模のネトゲともなると収集つきません。違法業者も兼ねますが、バンの数もものすごいです。協力プレイゲームはおろか、PVP モードは暴言は平然と飛び交います。通報しようとキリがないくらいでしょう。あまりに興奮する人に向かって Take it easy、気軽に行こうぜと漫画で覚えた英語のフレーズで黙らせたこともあります。シュンと静かになりましたね。ともあれひどいのは全体から見れば一部であり、真っ当な人が大半で、中にはすごく親切な人がいるのも事実です。嫌な思いをする一方、人の優しさに触れ、それでその作品を好きになる人もいるわけです。親切が過ぎると迷惑にもなりますが、ここは人間社会と一緒です。人は反面教師で優しく強くなります。今作の肝心のゲーム性ですが、何回かマッチングして潜った感想としては、ついていくだけで精一杯だし、何をしているかもわかりにくいです。よって初めての人はタンクとヒーラーは避けた方が良さそうとも感じます。アタッカーは攻撃中心であり、そこまで責任は少ないんじゃないかとも思います。もちろんボスの行動を阻害するスキルをタイミングよく使う必要が出てきそうですが、覚えるのは後からでも良いです。慣れてきたら拠点にかかしがあるため、どのスキルが単体か範囲かくらいは覚えると効率は上がります。またわからないなりにフレンドと遊ぶと別の意味でも楽しめるとは思います。ここはこうしたらいいんじゃないかとか、まさに攻略しながら進められます。ダンジョンクリア後は報酬をもらい、装備の更新が行えます。クラフトやジェムも用意されており、かなり細かくカスタマイズできそうです。性能にランダム性があるかは確認できませんでした。
以上、チャットありの問題はあれど、ひたすら潜り、パーティープレイを楽しみつつ、育成するの繰り返しが好きな人にはたまらない作品のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。早期アクセス開始日は2025年10月17日で、価格は現在 10% 割引の2520円です。発売したてながらレビュー数は 74% に好評、6400件ほどと相当売れていることがわかります。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。フェローシップ。昨日は Amazon Web サービスのね、全世界的な障害があって遊べなかったんですが、待機中、待機 Q があるんだ。じゃあまずはチュートリアルから。どっかの森の中か。景観美しいですね。まずヘレナとしてプレイする彼女、タンクである。まずはマウスホイールでズームインズームアウト。OK。次はカメラ回転。近くのターゲットマーカーを見る？あれはそうですか？ WSD にスペース。さらに右マウスでキャラクターの向きを変えるか。こちらに移動する？はい。次はあちら。移動はとても軽快だ。ジャンプも可能。ジャンプ中に方向変換できないかな。まっすぐですね、ジャンプは。なんか使うんですかね、ジャンプ。アスレチック的な要素があんの？次はキャンプサイト。敵に倒されてしまうと、ここから復活する。前方にオークがいる。ほとんどのスキルは発動するためにヒーローがターゲットの方を向いている必要がある。向きが重要なんだ。右クリックで戦闘姿勢。自動攻撃を行う。よし、わかった。近づいて、攻撃始めましたね。自動攻撃。すげえ、数字でかいね。1000とが入るよ。やられそうなんだけど。わかった。はじめのスキルがアンロック。精密な一撃。これを敵に使えば、自動的に戦闘姿勢になる。こうすることで、内容が見れます。一番右下に書いてありますね。即時発動、5ヤード射程。さらにシールドスラムとシールドスロースキルのクールダウンを短縮できる 1.5 秒。これが他スキルと組み合わせるといいんでしょうね。暗い。遠すぎる。5ヤードってどれなんだ？さあ使ってみたが？連打していいの？使えるようになったらどんどん使っていいのかな？クールタイム以外になんか使ってんのか？魔力みたいな。まだ見方はわかりませんね。画面下のこれとこっちは何が違うの？どちらもライフかな？次はスキル。パワーストライク。筋力。これに応じて威力が変わる。代わりにクールダウンがある。2で。いけ。また遠すぎるな。パワーストライク。決まった。パワーストライクは5秒ぐらいかな。よいしょ。どんどんできたよ、敵は。次は戦争のベテラン。これは集団相手に最適である。筋力ベース。タフネスを生成。2回使える。耐久力はヘレナ固有のシステム。非ダメージを軽減。タフネスメーターに注意をする。どれだタフネスメーター。青色かな。シールドスラムを発動すると上昇する。で、時間とともに減少するか。硬くなるんだね。要は、使えば。で、戦闘アビリティを使用している間、戦争のベテランを発動している。シールドスラムと戦争のベテランは別なんだ。このパッシブ効果が発動すると、他の攻撃のクールダウン時間、それが短縮される。とりあえず精密な一撃、パワースライムで攻撃すると、シールドスラムのクールダウンが短くなる。どんどん使った方が良さそうだね。デメリットはないのかな？これ全部押すの難しいだろうね。普通のマウスキーボードだと。WSD 移動だからね、瞬時に押せない。まずはシールドスラム。使った。で、この後にスキルをどんどん連打すると。これが耐久力ですね。さらにシールドスラム。硬くなりましょう。シールドスラムは使えるうちにどんどん使った方がいいのか、これは。さあ、倒した。次は誰だ？ヒーラー、シルビー。ヒーラーは回復、非ダメージ軽減。あとデバフ解除かな？ヒーラーはとても脆い。守ってあげましょうと。ダメージディーラー、アタッカーですね、いわゆる。ダメージディーラーも攻撃に対して無防備。どちらも守るんだね。アタッカーもヒーラーも。三位一体？タンクはダメージを受け、ヒーラーは回復。ダメージディーラーはダメージ。とりあえずタンクで守りましょうと。守りたい。向き変える必要ある？まずはシールド。ともいきやタンク。守ることである。挑発スキル、カウントがあるんだ。5に設定されましたね。
4は、ここクリックした方が早いか。そうだな。まずは、タウント。敵を引きつける。そして攻撃を当ててと。とりあえず OK か。引きつけてる間、回復してくれるんだろうね、ヒーラーが。お、いっぱいいるぞ次は。シールドスローで、パーティー内の複数の敵に多大な被ダメージを与える。クールダウンが非常に長いから、とりあえず一番初めに使うのかな。まずは弱いオークを優先して倒していく。その後大きなオークの呪術師、そこに挑む。4。お、すげえ、遠くに飛びますね。よし。引きつけろ。ほら。シールドで、固めてと。そのシールド固める。もうここ画面下見ていたら敵が勝手に倒れていきますね。で、こいつは自己治療を行う。ただし妨害可能。タンクとダメージディーラーで行える。黄色のキャストバー。これで回復するんだ。V で妨害することを伝えられる。V は押しにくいな。で、新しい強打スキル。ここに設定されてますね。シフト2。もうそろそろ押せない。シフト2なんてまず無理で。マウスで押そう。強打で妨害ですね。よし、行け妨害。あれ成功したのかな。 V で通達。もうなんか押す暇もない。展開が早い。順当にこなしていくしかない。慣れるまではね。次は生存。こいつはボスキャラかな。ファイアボールを投げてくる。シールド展開スキル。大量のタフネス。クールダウン長いんだね。強力だけど。あるいはチャージ。遠距離から距離を縮められる。と、まずはシールド展開。その後チャージで近づく。むずっ。そこい。来るぞ。あ、溜まってますね。シールド展開。成功しちゃおうかな。もう一丁。よし。タックルどれだっけ。これか。ターゲットは視界にいない。よし、いった。さあ、突入しましたが、結構ダメージを受けましたね。これまでに学んだ全てのスキルを使って倒しましょうと。で、敵の危険な強打攻撃には近づいてはいけない。逃げる必要があるので、さらにスキル、ショックウェーブ、膨大な被ダメージを与える。なんか反射すんのかな。まずは、どうする。ちょっといろいろ使いましょう。タウントで引きつけて、シールドスローどれでしたっけ。4キーだっけ。味方どうだ大丈夫。あ、やばい。あ、この範囲にいちゃいけないんだね。S2 ってなんだっけ。もう覚えきれないな、もう。タウント。私のライフは大丈夫か。味方に守ってもらえてますね。いろいろ使ってみよう。うら。あ、妨害はこうか。ああ、もうわかんねえ。全然わかんねえ。マジむずい。見切れないってこんなん。とりあえずクリアか。これで報酬がもらえますと。慣れるまで難しいだな、これ。あれ相手もらった。というわけで、はじめは、タンカー2人いる。難易度ってありますね。多分使いこなせると、相当強いんじゃないかな。はじめは難易度低いキャラにしよう。ヒーラーはどうなんだ。なんか回復するだけの印象あるけど、状況に応じた回復が必要なのかな。はじめは簡単そうな、アタッカーにしましょうか。とりあえずライムでいいや。ここは、他のプレイヤーもいる場所かな。拠点的なミッションテーブル。ちなみにボイスチャットとかあんのかな。あったら荒れそうだから。ないと思うけど、こういうのは大抵。なさそうだな。こっからゲームが開始できるのかな。クイックプレイ。タンク1、ダメージディーラー2、ヒーラー1でマッチングされる。変則パーティーとかもあるんですかね。報酬。これはランキングかな。リーダーボード。ここで外観が変えられる。見た目ですかね。なんか変わってんの。コスメティック。ここでお宝が預けられる。これで装備が見れますね。ゲームを繰り返してより強い装備を見つけていきますと。まだ見方は全然わかんないね。タレントとかもあるよ。遊ぶほどなんか覚えられんのかな。ジェム。ダンジョン。いわゆるかなり細かいね。とても見やすい。ここで不要なアイテムをスクラップ化できる。鍛冶屋。なんか装備が作れんのか。これは注入エンチャントかな。なんか装備を加工できるっぽい。すぐにはなんかできなさそうな。そんな要素にも思えるけど。だって施設がいっぱいあって、全く見切れないからね。まずは一回出てみようか。適当に。しかしね、いきなり他の人と遊ぶんだよね。大丈夫？何をしたらいいかもよくわかんないよ。なんかかかしないのかかし。あそこにあった。よかった。これ練習できる、多少は。トレーニングダミーね。まずはフロストボルト。フロストボルト使いたいけど、こっちか。敵対的。これで、こんな感じで撃ちますと。で、なんか溜まりましたね。アニマか。
アニマが溜まるとどうなるんだ？で、二つ目は寒波。冬のオーブを一つ生成。クールダウン加速を獲得する。どれかな？クールダウン加速は。これはオーブっぽいけどね。加速されてるかどうかは、どこ見りゃいいんだ？見方がわかんないな。わからん。最大5つまで貯められるっぽいよ。3つ目は凍てつく激流。これもアニマを生成する。おー、すごいすごいすごい。いや、おかしいな。アニマ生成って書いてあるけど、アニマはなくなったように見えるよね。貯めておいて。これで打つと、でも溜まってますね。マックスまで溜まったんだ。それに応じて何か起きたんだね。多分。もう一回貯めてみよう。これ溜まるはずだ。マックスまで。出ましたね、なんか。で、なくなった。アニマゲージ。じゃあ、冬のオーブ。これで5個になる。5個になったが、ちょっとよくわかんないな。ちょっと4つ目。パースティングアイス。これもアニマが溜まる？どんどん溜まるね。勝手に溜まっていく。今のところなんか順番に使っていけば良さそうだけど。氷の番人。これはダメージ軽減か。やばくなったらこれで守ればいいんだね。ただ30秒のクールタイム。で、次はアイスダッシュ。逃げるよ。向いてる方向に飛びますね。で、これもクールタイム長いね。遠方からなんか敵がね、攻撃してくるときに、かわすのかな。ブレインフリーズ。これは妨害スキルだね。敵がまたなんか回復しようとしてるときとかに。使ってみたが、特に何もなりませんでしたね。3つ目は氷が爆発。氷の塊を投げつける。よいしょ。あれ？氷が爆発。強力な一撃？すげえ強いよ。これで使ってるんだ。氷河を。2個使いますね。で、氷の彗星。メテオ的な？派手だ。これも冬のオーブを使うんだ。どちらもね。どっち使ったらいいんだ？射程も一緒だし。複数か単発かみたいな話かな。まあいいや。とりあえず出てみよう。初めからね、できる人は出ないよ。まずは適当でしょ。ゲームを探す。クイックプレイ、検索中。この間もいろいろ、街の施設が見れるんだ。アイテムが買えそうだね。ランダムで何かもらえるのかな？マッチングした。よし。ダンジョン開始だ。行くぞー。なんだ？なんか乗ってるぞ。何これ？何それ？乗り物みんな乗ってる。何起きてんだ？戦闘どうなった？何起きてんの今。とりあえず攻撃しよう。何が起きてるかわからない。みんな玄人なのかこれは。察するにこれあれかな？雑魚的相手ではね、まず負けることないんじゃないかな。だからどんどん突っ込んでいい。そういうバランスなのかもしれませんね。で、私はひたすら攻撃すりゃいいんだよね。これ何なんだ？味方のバフなのか？敵はドイツなんだ。これアイテムは自分で拾う必要あんのかな？こんなに乗り物それ。知らないよ、そんなチュートリアル。どうやって乗るんだ？乗り物。画面見る余裕はないな。1でダッシュ。違う。シフト1だって。暗い。この野郎。うわぁ、画面がもうわけわかんねえ。忙しすぎる。ドイツが敵かもわかんない。とりあえず大技を決めよう。どこだ敵が。無効なターゲット。なんか味方をクリックしてる可能性がある。敵と味方の見分けもつかない。下の4つが味方の状況だよね。ライフ的な。敵ドイツ？この雲っぽいのは多分敵と見たね。察するに。氷河攻撃を連発しよう。私はダメージディーラー。ダメージ与えてなんぼだ。やったか。このなんだゲージいっぱいあんの？敵がいんのか。子雲がいっぱいいるんだね。即時発動使えば、あれじゃないの。ターゲッティングが不要だと思うんだけど。どっち行っちゃうの？どこ行くのみんな。まとめてんのかなこれ敵をね。まとめた方が効率がいいみたいな。味方がね、どれくらい強いのかわかんないね。まい。これ避けなくてはいけない。多分。もらったか。ヒラ頼みます。ディフェンスだ。この黄色いゲージは多分、回復と見たね。私は雲を狙おう。とりあえず1と2の攻撃を連打して、氷河を溜めたら、アニマ爆発。氷河攻撃。多分回復してもらえてる。画面を見る暇が全然ないが。この野郎。こいつか。
うい、やったか。なんか回収した。あれなんかやられちゃったよ。大丈夫？復活は？ああ、何？なんでやられたの？ちょっとリスポーンしよう。何起きたんだ？全然わからん。あと馬の乗り方教えてくれ。敵がいる。やばい。味方に合流しなくては。で、味方の位置がわかんない。これ敵また湧くのかな？おかしい。ああ、やられそうだ、もう。ダメだ。うわー。どこ行った？ダメだ、完全に迷子だ。うわー。前方で戦ってるけど。また誰かやられたぞ。こっちでいいのか。キャンプゾーンがありませんね、そういえば。土地のチェックポイントみたいな。おう、どこ？みんなどこ行ったの？他の人が見つからない。こっちなの？こっち合ってんのこれ。他プレイどこ？もうダメだ。合流できないで終わるんだ、このゲームは。置いてかれて。あ、なんかいる。今なんだ、レーザービームみたいな。もう雲だらけだよ。一体ってやるしかないか、これは。やれるもんなのかな。あ、来た来た来た。味方がいた。よかった。よかったよかった。どっから来たんだ、この人たちは。どうやって合流したかわかんない。とりあえず1から4までを適当に連打するっていうのはわかるね。で、溜まったら S3 か S4 を使うみたいな。そんな感じか。なんだ何起きた？味方大丈夫？体力減ってるけど。よし、回復もらった。ディスペル。敵のデバフが飛んできたらそれを使ってくれみたいな話か。そんなこと言ってもね、初めての人だったら分かんないよな。何すりゃいいのか。昔の FF11 遊んでた頃思い出すなこれ。よく分からんが外国人が叫んでる。ひたすらね、あれやれこれやれと。こっちか。こいつもなんか見た目的にタンクっぽいんだよな。でかいから。降りんのこれ。おあ、ボス戦か。よし、勝負だ。さあどうする？多分範囲攻撃してくるから、それは気をつけて。あと妨害に集中しましょう。あ、妨害したい。妨害来い。妨害成功したら V を押す。V 押したかな今。まあ妨害したいか。妨害使えないもん。妨害スキルはそうか。連打できないんだ。危ない。これジャンプ無効かな。この雑魚敵は狙う必要あるのかどうかわからんね。大技決めろ。おらー。なんだこれ。味方のバリアみたいな。あ、なんか食らった。何食らったんだこれ。やべ。お、倒した？なんか倒したっぽい。うわー、これはもうわかんねえな。わかんねえけど、これを繰り返していけばね、いずれいろいろ覚えられるんじゃないかな。物資に同胞の印。とりあえず戻ってきましたが、報酬。お、なんだこれ。スキルツリーみたいなの出てきたよ。これが報酬なの。あなたの旅が始まる。こっちはダンジョン1回クリア。クリックしたけど、あ、これでもらえんの馬が。なんかもらったっぽいね。こっちはヒーローアンロック。なんかアンロックしたのかな。誰をアンロックしたんだ。新ヒーローアビリティ、冬の怒り。これはこのキャラ用のスキルかな。キャラごとですかね、このスキルツリーは。あと馬を見つける。これか。これを装備する。大幅な速度上昇。これレア度に応じて効能変わるのかな。もしくは見た目なのか。こういうネズミとかもいますね。未使用のタレントポイント。タレント。これか。どれか一つ選ぶ？何かを使うと別の何かのクールダウンが短縮。2ポイントあったような気がするけど。あ、コスト2ポイントか。2で覚えられるんだね。あ、ここら辺行きそうだね。まずはヘルメット。持ってない部位を買ってみようか。もしくはこれなんだ？背中のマントか。ボロボロのマント。まずはスターターヘルム。これを買ってみたいが。さあ買って、ここに設定されましたね。これ性能ランダムなのかな？ちょっとわかんないな。2個買ってみようか。マント。さあ2つ目購入。性能は一緒だね。まあレア度を上げるとまだどうなるかわかりませんが。チャレンジモード。まずは装備を整えろと。ちょっと難しいのかなこれ。あとはエターナルモード。一番難しいのかこれ。無限にスケーリングする難易度。限界への挑戦ですね。まあこういうのは上手い人でこなせたらね、よほど面白いんでしょうけど。
さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。